Life is Gamble 人生は春風会です。はい、ということでね、本日の企画、タイトルとサムネ見てもらったらわかると思います。ラスベガス最高レートに挑戦してみた。はい、ということなんですけどもね、春風花、これまでのラスベガス遠征で最高レートを毎回挑戦してきました。1020を打ったり、2040を打ったりしたんですけども、本日はさらに1個レベルを上げて、50、100、BB アンチ100のテーブルに座っていこうと思います。はい、ということでね、めちゃくちゃビビってます。正直ラスベガスでね、今50、100っていうテーブル立ってないんですけども、本日春風花ね、リザーブドゲームっていうところで招待してもらったので挑戦してみたいと思ってます。春風花どれだけやれるかっていうところをね、1万ドルバインでちょっと試していけたらなっていう風に思います。もしそれが解けてしまったら、まあ2万ドルまで、ギリ2万ドルまでやったらね、いけるかなっていう風に思うので、もうひりつく春風花の実践を見てください。1万ドルでもドショートなんでね、怖いんですけども、今までよりも一層ね、ハイレベルな効果が見れると思うので、頑張っていきたいと思います。負けたら切腹します。ということで始まりました春風花にとってもちろん人生で最高レートとなります。リスクヘッジも兼ねて1万ドルバインからスタートしようと思います。というところでこのハンド、パックンスーツ UTG プラス1から。正直プレミアムハンドでしか参加したくないなとも思っていましたが、こういうハンドもオープンしていかないとハンドが透けてしまいます。というところで春風花は積極的にパックンスーツで UTG プラス1からレイズ300ドルを選択。ワンオープンするだけで日本円にして4万円以上かかるって、このレートどんだけ怖いん。というところで春風花のオープンに対してミドルポジションのプレイヤーがコールを選択。さらにここでハイジャックのプレイヤーが3ベット1300ドルを選択してきました。こちらのパックンスーツ、もちろんフォールドしてもいいんですが、春風花がコール、さらにミドルポジションのプレイヤーがコールしてくれたら、このパックンスーツはマルチ上で戦いやすいハンド。そんなことを思ってコールすると、まんまとミドルポジションのプレイヤーがコールを選択。フロップに参ります。フロップに落ちたのはエース10-4の2ダイヤのボード。これは降りづらい嫌なボードが落ちてしまったなと春風花は思っています。エースハイボードということもあるので、春風花はもちろんドンクベットはしません。チェックを選択。ミドルポジションのプレイヤーもそれに続いてチェックを選択しました。だいたい CB が飛んできそうなボードなので、春風花はそれに対してチェックレイズを返すのかコールを選択するのか。ここでオリジナルのハイジャックのプレイヤーはベット1200ドルを選択。もちろん降りる選択肢がないことは分かっているんですが、このポーカーセッション開始早々1万ドルを溶かしてしまうかもしれないというこのリスク、俺はそんなリスク取れるんか。そんなリスクをかけた真剣勝負、想像しただけでたぎっちゃうよね。行くしかないよね。春風花はこのベッドに対してコールを選択。頼むからターンで一発フラッシュツモお願いします。これだけはほんまに頼む。ポットの期待値的にもミドルポジションのプレイヤーもコールしてくれた方が嬉しかったですが、フォールドを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのはセブンのスペード。このターンカードによって春風花はフラッシュドローに加えてオープンエンドストレートドローもつく形となりました。ますます降りづらいボードになってしまったなと思いつつ、春風花はこのボードに対してチェックを選択。現在でもポット額は6550ドル、日本円にして96万円ほどのポットが出来上がってしまっています。このターンカードに対してオリジナルのハイジャックのプレイヤーが長考に入られるので早送りにさせていただきます。ハイレートキャッシュを売っているうまいプレイヤーということもあったので、だいたいポラライズしてでかいベッドが飛んできそうだなと思っていました。というところでここでハイジャックのプレイヤーはベッド4400ドルを選択。ポットに対して7割ぐらいのベッドを選択してきました。春風花がこの時持っているバックスタックは8000ドルほどなので、ここでオールインを返すかコールを選択するか。もちろんフラッシュドローのみだったら春風花を降りる選択肢もありだなと思っていましたが、ターンカードによってオープンエンドストレートドローもついてしまっています。ここでオールインを返せる春風花のバリューハンドでいうと4ポケぐらいしかないので、8000ドルというスタックサイズもあるので、エースヒットにも余裕でコールされてしまうでしょう。それならできるだけ安くリバーを見に行って、もしアウトを引けたらドンクオールインを選択するのもありかなと思いました。もちろんダイヤを引いた上でドンクオールインをすればフラッシュを引いた感満載ですが、今回はジャックと6のアウツもあります。ここはジャックと6を引くことを願って春風花はコールを選択。ジャバミ夢子願え。引いてください、もっと引いてください、ポーカーのアウツ。確率はおよそ 30%。 お願いします。終わったー。もうやめて使わさいよ。気合い入れて1万ドルバインしたのにもうほとんどなくなったんとよ。どういうことですか。これドンクベッドオールインしても意味ないですよね。春風花はチェックを選択。はいはいはい、もうあとは焼くなり煮るなり勝手にしてください。もう降りるだけです。どうせオールインとかかましてくるんやろ。
ポット額は現在15,350ドル、日本円にしたら220万円ぐらいのポットです。春ポーカーワンポットで100万円失ったんちょよ。分かっていましたが、相手プレイヤーはここでオールインを選択。春ポーカーはもちろん9ハイではコールできません。ここで9-8スーツを見せてフォールドを選択。春ポーカーはこのワンハンドでおよそ7000ドルを放出してしまいました。普通に辛いです。もう終わっていいですかね、この企画。もう家でしこって寝る。というわけで1万ドルをいきなりアドオンしなくてはいけない状態となってしまった春ポーカー。ワンハンドで動画を終わらすわけにもいかないので、2万ドルを突っ込む覚悟で果敢に攻めていこうと思います。というところでこのハンド、エース4オフスーツハイジャックから春ポーカーはここで 3BB のレイズ300ドルを選択。これに対して SB のプレイヤーがコールされました。 SB のプレイヤーがコールするレンジとしては結構強いハンドが入っていることが多いので、それを加味した上で立ち回っていこうと思います。というところでフロップはキング10-4のオールハートのボード。このボードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーもショーダウンバリューが1はあるなと思いチェックバックを選択しました。するとターンに落ちたのは4のダイヤ。ターンで春ポーカーはトリップスを完成。 SB のチェックに対してはバリューベットを打っていこうかなというふうに思っています。バリューターゲットとしてはキングヒットや10ヒット、あとはハート持ちのポケットペアなどにバリューを打とうと思いました。サイズ的にはフラッシュドローなどにコールをされても長期的に見て相手側が損をするようなベッドサイズを選ぼうと思いました。そこで春ポーカーは800ドルのポットに対してベッド400ドルを選択。ちょうどハーフサイズのベッドサイズです。エースハイフラッシュドローなどはこのサイズに対してコールをしたくなるとは思いますが、期待値的に見るとこのハーフサイズのベッドに対してフラッシュドローのみでコールすると損をしてしまうという結果になります。そのような絶妙なベッドサイズを選んだ春ポーカー。これに対して相手プレイヤーはどうするか。相手はここでコールではなくまさかのチェックレイズ1000ドルを選択。やはり超ハイレートということもあるので予想だにしないアクションを取られることもあります。ということで春ポーカーはこのチェックレイズに対してどのように対処するか。このボードでのチェックレイズって結構強いアクションなので割とポラライズされた状況とは言えます。ここで春ポーカーがさらにレイズを返してしまうとバリューレイズかブラフレイズかよくわからないようなレイズになってしまいます。ポジションも春ポーカーの方がいいのでここはコール止めを選択。おディーラー様マジでハートだけは落とさんとって。というところでリバーは10のダイヤ。無事にハートは落ちることなく春ポーカーはフルハウスにハンドを消化させました。ターンでチェックレイズを返されているので春ポーカーが負けている可能性としては相手がキング10を持っている状況ぐらいしか考えられないかなと思っていました。するとこのリバーに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。これに対しては春ポーカーはもちろんベットをしようと思っています。現在ポット額は2800ドル。そのポットに対して春ポーカーはベット2000ドルを選択。結構大きめのベッドです。このベッドサイズを選んだ理由として相手はターンでチェックレイズを行っています。そしてリバーでチェック。このアクションの流れから考えるとターン時点ではかなり強いハンドを持っていた、それとも全くのブラフレイズを仕掛けていたかのどっちかだと思います。そのような二極化された状況だと思ったのでどうせ高く打っても安く打っても何もないブラフハンドにはすんなり降りられてしまいます。そう考えるとターン時点ではかなり強かったフラッシュなど強いハンドにフォーカスして大きめにバリューを取りに行った方が期待値がプラスになるんじゃないかなと春ポーカーは思いました。この春ポーカーのリバーでの大きめのベッドに対して SB のプレイヤーはかなり考えられています。そしてここでチップを手に取り相手はコールを選択。春ポーカーはエース4オフスーツをショー。 SB のプレイヤーはここでハンドをマッチして春ポーカーの勝利。リバーでの大きめのバリューベッドを成功させ日本円にして約100万円ぐらいのポットを獲得。これで100万円ってもうヤバすぎるって。まだや、まだ余裕で負けてるぞ。次でも取り返せ春ポーカー。ハンドからもちょいちょいポットを取ってだいたいプラス1ぐらいまで戻ってきた春ポーカー。続いてのハンドはこいつだ。キングスミドルポジションから。今回のハンドは UTG のプレイヤーがストラドルまでしているためいきなりオープン額が600ドルからのスタートです。頼むから3ベッド飛んでこいと思っていたらここでカットオフのプレイヤーがコールを選択。ひとまずブラインドスチールで終わるような最悪な結果にはなりませんでした。そしてここで UTG ストラドルのプレイヤーもコールを選択。3ウェイでフロップに参る形となりました。マジでエースだけは落とさんといてというところでフロップはテンパチポーのオールダイヤのボード。春ポーカーにとってめちゃくちゃ都合のいいボードが落ちてくれました。春ポーカーはオーバーポケットのキングのペアに加えてセカンドナッツフラッシュドローまでついている状況となります。このボードに対して UTG のプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。もちろんここは3ウェイということもあるのでフロップから打ち出していこうかなと思っていました。ダイヤのフラッシュドローがあるためそこまで高くは打たんでいいかなと思っています。現在ポット額は2050ドル。春ポーカーはそのポットに対してベッド1000ドルを選択していきました。エースダイヤ持ちだったり10ヒット、さらにはポケットペアのダイヤ持ちとかもワンチャンコールもらえるかなと思っています。この春ポーカーのベッドに対してカットオフのプレイヤーが少し悩まれるので早送りにさせていただきます。
というところで少し悩んでいたこのカットオフのプレイヤーがまさかのチェックレイズ2400ドルを選択。春ポーカー自身めちゃくちゃ強いハンドを持っていますが、このチェックレイズは嬉しいようで嬉しくありません。フロップからのチェックレイズなのでかなりタフなシチュエーションになりそうです。春ポーカー自身強いハンドを持っていますが、ここでさらにレイズを返してしまうと本物のフラッシュにしかコールをもらえないなと思ったので、春ポーカーはコール止めを選択。ヘッズアップでターンに向かいます。ターンに落ちたのは最悪のエースハート。春ポーカーが相手が用いるブラフハンドで想定していたエースダイヤ1枚のハンドなどにもこのターンカードによってまくられた状況になってしまったなと思いつつ、春ポーカーはチェックで回します。このターンカードに対してもカットオフのプレイヤーは長考に入られるので早送りにさせていただきます。ターンでもしっかりとベッドを継続されてしまった場合、バックスタック的にもリバーで相手からオールインが飛んでくる可能性はめちゃくちゃあるなと思っていました。それぐらいの覚悟を持ってターンでアクションを取っていかないとなと思っていました。マジでターンは1回チェック挟んでそんなことを思っていましたが、そんなにうまくはいかず、ここでベッド3400ドルが飛んできました。ここからは春ポーカーが相手のハンドレンジで勝っているところと負けているところを見極めるために長考に入れるので早送りにさせていただきます。ターンのエースハートによってフロップでのチェックレイズでブラフハンドに入れていたエースダイヤ1枚などにもまくられている状況。勝っているハンドで思いつくのは1枚ダイヤのストレートドロー待ち、ジャッククイーンやジャックナイン、67あたりです。逆に負けているハンドレンジで言うと相手がセットを完成させているパターン、さらにはフロップフラッシュを完成させているパターンです。どっちもそれなりのコンボ数はあるけど、ここコールするべきか、それともフォールドを選択するべきか。雷の呼吸、フォールドの方、私でやんす。春ポーカーは死ぬほど悩んでここでフォールドを選択。一応ブラフレンジで考えていたストレートドロープラスダイヤ1枚持ちのレンジですが、そこら辺のハンドはフロップコールに回すことも多いですし、フロップチェックレイズからのターンでもしっかり打ってくるところはさすがにバリューハンドの方が多いんじゃないかなと判断しました。この日初めてのプレミアムハンドを活かせずですが、まだ諦めるな春ポーカーで、続いてのハンドはかなり特殊なブラインドとなります。このテーブルに座られていたお金持ちのプレイヤーがこのワンハンドだけギャンブル性を高めようということでボタンで超特大ストラドルの1000ドルを置かれている状況となりました。さらに BB アンティも500ドル追加ということでいきなりでかいポットになっています。そんな状況でこのハンドを A シーズンカットオフからもう春ポーカー持ちすぎやろ。えっくい状況で春ポーカーに最強のハンド、焦りすぎて何回も確認してしまっています。春ポーカーのスタックはこのテーブルに座っている中でかなりのショートの方だったので、この奇跡的な状況でダブルアップなんとかかましたいなという風に思っていました。するとハイジャックのプレイヤーがここでレイズ3000ドルを選択。きた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 、春ポーカーの餌食になってくれ。春ポーカーのスタックは現在ちょいプラの2万ドルぐらいしかなかったので、ここでオールインを選択するか、それともスロープレーのコールを選択するか。この最強のハンド A シーズは 3way ぐらいならなんとか戦えるので、超特大ストラドルをしたボタンのプレイヤーも巻き込めたらなと思い、春ポーカーはスロープレーのコールを選択。すると思った通りボタンのプレイヤーがコールを選択。 3way でフロップに参る形となりました。頼むから地獄みたいなボードを落とさんといてください。というところでフロップは10ジャック7のレインボーボード、めちゃくちゃ良くはありませんが悪くないボード。このボードに対してオリジナルのハイジャックのプレイヤーがチェックを選択。8、9が落ちてしまうと1枚ストレートボードになるので春ポーカー怖い気持ちもありますが、ここは一旦チェックで、もしボタンのプレイヤーがベットしたら春ポーカーチェックレイズオールインを返そうかなと思っていました。マジでラッキー2ペアとかラッキーストレートだけは誰も引いてんなよ。そんなことを思っているとここでボタンのプレイヤーからベッド3000ドルが飛んできました。ここでハイジャックのプレイヤーがチェックレイズとかしたら春ポーカーにとってクソほどタフなシチュエーションが訪れてしまいます。この時マジでハイジャックのプレイヤーが悩んでいるのを見て春ポーカー心臓飛び出そうでした。ここにチェックレイズされたら俺どうしたらいいねん。スロープレイミスのワンハンドで2万ドルとか溶かしたらもう2本帰れへんって。ですがここでハイジャックのプレイヤーはフォールドを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカー1万ドルアドオンしてからコツコツポットを取って今現在の収支はちょいプラにまで返り咲いています。このワンハンドでその努力が全て水の泡になるかもしれへん。でもこの最強のハンド A シーズこれで飛ぶなら本望でしょう。ボードがある程度ウェットということもあるので春ポーカーはここでオールインを選択するとボタンのプレイヤーはスナップでフォールド。なんやねん、めちゃくちゃ怖かったのに一瞬で緊張ほぐれたやっけ。こっちの緊張
ょ返して。何はともあれ春ポーカー、ここで15,650ドルの超特大ポットを獲得。このレートに座ったのも人生初めてなので当たり前かもしれませんが、人生最高額ポットをここで更新。ナイス春ポーカーの目でいきなり地獄を見た春ポーカーですが、コツコツ取り返して順調にスタックを増やせています。というところでこのハンド、シコシコスーツ BB から UTG のプレイヤーが 3BB オープンのレイズ300ドルを選択している状況となります。それに対してカットオフのプレイヤーがコールを選択。 BB というポジションなのでマージナルなハンドで3ベットを返してもいいかなとも思いましたが、オリジナルレイザーが UTG ということもありますし、3ウェイということなのでコールした方が期待値が得かなと思いコールを選択すると、フロップに落ちたのは5デュース3の2スペードのボード。春ポーカーはトップヒットに加えてオープンエンドストレートドローまでついたので、かなりいいボードが落ちてくれたなと思いました。一応 BB のディフェンス側に有利なボードなのでドンクベットを打ってもいいんですが、今回春ポーカーはドンクベットを選択せずオリジナルレイザーの UTG の動きを待っていきたいと思います。ベット額によってはコールもしくはチェックレイズ体制もありだなと思っていました。すると UTG のプレイヤーがここでベット500ドルを選択。コールを選択してもチェックレイズを選択してもいいかなと思っていました。ですが上ポケにはもちろんコールされてしまいますし、エースアイがもしこのベットを選択していた場合、春ポーカーが4のアウツを持っているためエースをヒットされても怖くないので、ここはコール止めでいいんじゃないかなと思いコールを選択。ターンに落ちたのは6のクラブ、最高のカードが落ちてくれました。春ポーカーはターンカードによってストレートを完成。ここでドンクベットを打ってしまうとストレート引いた予感が満載なので、ターンもチェックで相手からのベットを待っていきたいと思います。もし相手からベットをもらえた場合はボードがかなりウェットなこともあるので、ドローと混ぜてチェックレイズを返してやろうかなと思っていました。するとここで UTG のプレイヤーからベット1500ドルが飛んできました。春ポーカーは UTG に対してポジションもないのでターンではさすがにチェックレイズを返さないとなと思いました。1500ドルに対して大きくレイズを返すか安めにレイズを返すか、本来ドローならポラライズするためにも大きめにレイズを返すようなシチュエーションですが、春ポーカーここでは少しスケベ心が出てしまいます。春ポーカーがここで選んだチェックレイズサイズはレイズ4000ドル、少し安めのチェックレイズサイズを選びました。本来ならバリューハンドもブラフハンドも同じぐらいのサイズを選ばないといけないんですが、今回は安めの額を選択。こういうサイズもベッドアクションテルに含まれがちですが、まあ初めてポーカーを打つ相手なので今回ばかりはそんなアクションテルも気づかれないだろうなと思い、春ポーカーは安めのレイズを選択しました。安めにレイズ返してあげたんやからさすがにコールしてくだせえ。やけど死んでもフラッシュだけはつぼらんといてくだせえよ。そんなことを思っていたら UTG のプレイヤーはコール。リバーに落ちたのはエースのクラブ。これまた怖いボードが落ちてしまいました。春ポーカーはこのリバーに対して小さく打ってレイズにコールもしくはチェックコール体制にしようと思いました。相手のハンドがハイポケットの可能性もあるので新バリューを打ちに安めのベットをしてもいいんですが、ブラフインデュースの観点からするとチェックをした方が打ってくれそうだなという風に思ったので、春ポーカーはハイポケットへのバリューは諦めてチェックコール体制で相手からブラフベットを誘う作戦にしました。もちろんめちゃくちゃでかいベットが飛んできた場合フォールドも検討しますが、ここをチェックで回したからにはほぼほぼコールしないといけないなという風に思っていました。相手からベットが欲しいような欲しくないような微妙な感情で迎えるこのリバーですが、この春ポーカーのチェックに対して UTG のプレイヤーはどうするか。UTG のプレイヤーはここでチェックバックを選択。春ポーカーは4号スーツを賞。相手はハンドをマークして春ポーカーの勝利。いやーリバーのチェックコール体制は良かったのか悪かったのか、小さく打っても良かったかなという風に春ポーカーこうなったら思ってしまいます。人生最高額でのプレーということでいつもの春ポーカーらしいプレーができていないかも。こんなとこでビビンな春ポーカーお前ならやれる、お前は世界一かっこいい男やとで今回もブラインドが荒れてトリプルストラドルという状況になっています。先ほどの A シーズンのようにこのうまうまな状況を生かしていきたい春ポーカーというところで、このハンドエース5オフスーツカットオフから本日の実戦では春ポーカー固めにさらにブラフを少なめにプレイしていたので、そろそろその春ポーカーの印象を利用してプレイしていきたいなという風に思っていました。このトリプルストラドルの状況でエース5オフスーツはまあ降りてもいいかなと思っていましたが、カットオフといういいポジションでもあるので今回は果敢にレイズ2200ドルを選択していきました。続々とプレイヤーが降りてトリプルストラドルをしたミドルポジションのプレイヤーがどうするか。スチールでも1650ドルが手に入るので全然でかいなと思っていましたが、ここでミドルポジションのプレイヤーがコールを選択。ヘッズアップでフロップに参ります。フロップに落ちたのはキングクイーン3のレインボーボード。このボードに対してミドルポジションのプレイヤーはチェックを選択。春ポーカーのターンとなります。春ポーカーのハンドはドスベリしてしまってはいますがオリジナルに有利なボードでもありますし、ここは安めに CB を打っていくようなボードかなっていう風に思っていました。
ポケットペア、キング、クイーンなどはコールされてしまうとは思いますが、ターンでもう一発撃てたら結構下ろせそうなところは多そうです。というところでシュンポーカーは5250ドルのポットに対して別途1700ドルを選択。シュンポーカーが硬いこともあったので、この安めの CB でもある程度降りてくれるハンドはあるんじゃないかなと思っていました。ですが相手はこのオリジナルに有利なドライボードでコールを選択。相手はだいたいキングヒット、クイーンヒット、もしくはポケットペアあたりを持ってるんじゃないかなとシュンポーカーに睨んでいました。このボードに対してミドルポジションのプレイヤーはチェックを選択。シュンポーカーのエース5は依然とドスベリしている状態ですが、これまでブラフっていうブラフをほぼ打ってこなかったこともありますし、このボードシュンポーカーに完全に有利なボードではあるのでエアーブラフにはなりますが、ダブルバレル打ってクイーンヒット以下を確実に下ろしていきたいなという風に思っていました。現在のポット額は8650ドル、そのポットに対していかにもバリューベッドそうな5200ドルのベッドを選択していきました。これまでこのテーブルでポーカーしてきた中でシュンポーカーが硬く、さらにブラフが少ないという印象は植え付けていると思いますし、キングス、クイーンズなどのナッツレンジはこちら側にしかありません。このターンベッドでかなりのところは降りてくれるはず。頼む、フリーザ様からもお願いしてくれ。はっはっは、フリーザですよ、降りなさい。キングヒットのジャックキッカーとかも降りてくれ。相手はここでコールを選択。一体どんな反動を持ってるんや。ひとまずリバーに向かいます。リバーに落ちたのは10のクラブ。現在ポット額は19050ドルで、シュンポーカーの人生最高額ポットをまたもや更新。このリバーカードに対してミドルポジションのプレイヤーがチェックを選択。ここでシュンポーカーは諦めるか、3発ブラフベットをかますか。一応ランナーフラッシュの5クラブも抑えてる。シュンポーカーここで決死の3発ブラフベット。今回のセッションで初めてのブラフベット、絶対捕まるなと思っていたら、ここで相手はコールを選択。行かれた、お母さんごめん。ということで相手のハンドはまさかのキングクイーンオフスーツ。フロップの時点からトップ2ペアができていたようです。さすがにそれは下ろせません。シュンポーカー的にもこの時初めて気合い入れた3発ブラフベットを打ったのに、そん時にそんな反応持たんといてや。言うまでもなく500万円以上という人生最高額ポットを失うことになりました。かなり気持ちは折れてしまいましたが、まだスタックはあるということで実践は続けていきたいと思います。なんとか切り替えろシュンポーカー。 S5 オフスーツでコツコツ貯めてきて、かなり調子が良かったスタックも大きく削られる結果となりました。ですがまだ2万ドルを全て溶かしたわけではありません。諦めるなシュンポーカー、心を燃やせというところで、このラウンドクイーン10スーツハイジャックからシュンポーカーは 3BB オープンのレイズ300ドルを選択。先ほどのハンドでまたマイナス域まで連れてこられたので、このハンドでは絶対に勝ちたい、そんなことをシュンポーカーは思っていました。このテーブルでプレイして約8時間ぐらいが経ったので、他のプレイヤーの特徴もだんだんつかめてきました。というところでここで SB のプレイヤーから3ベッド1300ドルが飛んできました。このハンドに関しては相手の特徴も含めて4ベッド、コール、フォールド、どの選択肢もありだと思います。相手が3ベッドが多いプレイヤーでもありましたし、シュンポーカー自身ポジションもいいので、今回はコールを選択。するとフロップは激アツの10-6-4の2スペードのボード。シュンポーカーはトップヒット、クイーンキッカー、さらにはフラッシュドローまでつく最高のボードが落ちてくれました。このボードに対して SB のプレイヤーはチェックを選択。シュンポーカー自身安く打つかで悩みましたが、落ちたら怖いカードも少ないので、ここはスロープレイのチェックを選択。ターンに向かいます。ターンに落ちたのは5のダイヤ。あまり関係のなさそうなカードですが、 SB のプレイヤーがチェックした場合、さすがにターンからは打ち出していこうと思っていました。すると SB のプレイヤーはこのターンカードに対してチェックを選択。シュンポーカーのターンとなります。ターンでオープンエンドやガットショットなどのストレートドローがついた際にエースハイなどをがっつり下ろしに行くようなベッドサイズを選びました。今回はシュンポーカー本物を持っているんですが、フロップでチェックバックしているのにターンからの強ベッドに何かの違和感を感じて、エースハイやポケットペアなどでコールをもらえたらなとシュンポーカーを持っていました。少しトリッキーなラインではありますが、そういうプレーも混ぜていかないとこの超ハイレートでは勝っていけないなと思っていました。するとこのベッドに対して相手プレイヤーはコールを選択。リバーに落ちたのは4のハート。このリバーカードに対して SB のプレイヤーはスナップでチェックを選択。
春ポーカーがドロー系でターンでベットしていた際には全てのドローが滑っている形のリバーカードとなるため、ターンと同じバリューターゲットに対して春ポーカーがブラフベットしているような感じで相手にブラフキャッチを狙ってもらえるようなベットサイズを考えました。ターンでは一部 A サイなどもコールに回しているレンジあるんじゃないかなと思い、そこら辺もコールしやすいように春ポーカーは安いサイズのベッド3000ドルを選択。頼む、相手エースキングとかでコールしてこい。まさかのフロップ10ヒットがこんなスロープレイしてくるとは思わへんやろ。それはスペードを抑えてたからできたこと。このプレイラインはなかなか取れへん。やからこそ相手も怪しんでコールしてくれるはず。オールインって何？あんたそれはいくらなんでも高すぎやないの？それは高すぎるしまさかすぎるって。やはりこのレート一筋縄ではいけません。まさかのリバーチェックレイズオールインに悩まされる春ポーカー。ここから春ポーカーは鬼の兆候に入るので早送りにさせていただきます。リバーでの春ポーカーの3000ドルのベッドに対して相手プレイヤーは1万3000ドルのオールイン要求。正直今までの春ポーカーのプレイラインが特殊だったこともあるので、どうせ春ポーカーに何もないんだろうと思ってブラフレイズを返されている可能性もあります。もちろん十分強いのでコールしたいのは山々でしたが、春ポーカーの勘がここは降りろと言っていました。くっそー、もう一個もおもろない。当たり前のようにリバーでチェックレイズオールインが飛んでくるこの土俵。今まで春ポーカーがプレイしていたテーブルとは一味も二味も違うなと正直春ポーカー感じています。ちなみにこの時 SB のプレイヤーが持っていたハンドはめちゃくちゃ強いと後で教えてもらいましたが、リバーまであのアクションで強いハンドレンジを残せている相手のアクションには正直びっくりです。めちゃくちゃ上手いプレイヤーたちと勝負するからこそ春ポーカーも上手くなれる、強くなれる。この相手の特徴をしっかりと頭に入れつつ次に生かせ春ポーカー。というわけで先ほどのハンドでも春ポーカー負けてしまい、そろそろさすがに帰るかなと思っていましたが、ここで完全なる酔っ払いの方がこのテーブルに参加されたので、このテーブルでやめるならどのテーブルでプレイしたらいいねんぐらいのテーブルになったので、春ポーカーほんまは2万ドルまでのバインのつもりでしたが、泣きの5000ドルアドオンをしました。というところでこのハンドエースクイーンスーツミドルポジションから今回もストラドルが入っており、50-100 BB アンティ100ストラドル200ドルの状態です。というところで春ポーカーはミドルポジションからレイズ500ドルを選択。なんとか最低でもプラスマイナスゼロにして春ポーカー帰りたいなという風に思っていました。現在時刻は午前3時半ぐらいでかなり長時間プレイしていたのでメンタル的にもかなり疲弊していました。というところでここで UTG の酔っ払いプレイヤーからオールイン5000ドルが飛んできました。このオールインの前にも何度もオールイン選択をされていたので、春ポーカーこのエースクイーンスーツさすがに降りることはできません。マジでポケットペアとかだけはやめてくださいと思いながら相手のハンドを見ていきます。相手のハンドはエース9スーツ、それはマジで激アツ。さらにボードも紙ボードでここは春ポーカー危なげなく勝利。というわけで先ほどでやめなくてマジでよかったなと思う春ポーカー、ここで1万250ドルのポットを獲得。そうこういう簡単な展開マジでもうちょっとください。上振れてこのレートマジで怖いね。ということで現在収支はおよそ1万ドル負け。これを取り返したらさすがに家に帰ろうと思っていました。というところでこのハンドエースキングオフスーツミドルポジションから春ポーカーはここで 3BB オープンのレイズ300ドルを選択。 BB の位置に酔っ払いのプレイヤーがいたので、そのプレイヤーとうまいこと絡めたらなと思っているとその通りになりました。 BB のプレイヤーがコールを選択。ヘッズアップでフロップに参る形となりました。というところでフロップはエース6デュースの2ダイヤのボード。春ポーカーにとってかなりいいボードが落ちてくれました。このボードに対して相手プレイヤーはチェックを選択。春ポーカーはそのチェックに対して300ドルのベッドを選択しました。すると相手はスナップでコール。ターンに落ちたのは7のスペード。相手が相手ということもありますし、このスナップコールはかなり嬉しい。ドローの目もそれなりにあるのでターンでは大きめにバリューを取りに行くか。ここからはド派手に行くぜ。ということで春ポーカーは1350ドルのポットに対してベッド1100ドルを選択。このベッドに対して相手プレイヤーはまさかのここでチェックレイズ2400ドルを選択。このチェックレイズに対しては春ポーカーはもちろん降りる選択肢はありません。コールをするかさらにレイズを返すかで悩んでいます。相手自身めちゃくちゃ酔っ払っているということもあるので、レイズを返した際にフラッシュドローなどでも乗ってくれそうな雰囲気はあります。ここはコールを選択するべきか、それともド派手にかますべきか。音の呼吸一応型轟き。
ここで春ポーカーは相手の安めのチェックレイズに対してさらなるリレイズ8000ドルを選択。それに対して相手はスナップでオールイン選択。この相手にはもちろん降りることはできません。春ポーカーはコールを選択。すると相手の反応はまさかの7ポケ。エグいってそれは。なんで俺ん時だけ本物持ってんねん。ここで春ポーカーは全てのスタックを放出。派手を司る神、祭りの神だ。いわゆるおまってる男だ。ナオトインティラインです。狙いにしていた酔っ払いのプレイヤーにオールイン対決で負け、春ポーカーはここで完全に心を折らしてしまいました。ということで春ポーカーの人生最高齢とはエグい負けで終了となりました。はい、ということでね、長い実践を終えました。現在時刻午前4時28分。着々とチップ増やしてたんですけども、このレートでは怖すぎるんですが、3発ブラフ勇気持っていったら初めてしたのにそれをキャッチされて負けてしまいました。ちょっとしんどいです。もう気づかれがやばい。ちょっと家帰って寝たいと思います。ここまで見てくれた方ありがとうございました。 Life is Gamble 実は俺ありがとうございました。